朝の光がカーテンの隙間から差し込みます。いつものようにお湯が沸く音、トースターが跳ねる音。72歳の健一さんはこの静かな時間が大好きでした。新聞を広げ、コーヒーを一口。でも最近少しだけ景色が違って見えます。文字を追う目がいつもより重く感じられるのです。お父さん、コーヒー入ったわよ。妻の恵子さんの声が少し遠く聞こえるような気がしました。平凡な朝、どこにでもある幸せな光景。そこにほんの少しのズレが生じ始めていました。健一さんは立ち上がろうとして足を止めました。頭がふわっと浮くような不思議な感覚。あれ？めまいというほど激しくはない。ただ後頭部がじわじわと重いのです。首筋を手で押さえてみます。筋肉がパンパンに張っている。最近肩こりがひどくなったのかな。そう自分に言い聞かせました。でも大好きな散歩の途中で何度も立ち止まります。坂道でもないのに息が少し上がりやすい年かな。鏡に映る自分の顔が少し赤らんで見えました。何かが体の中で変わり始めている、そんなかすかな予感がありました。週末、息子の直樹が遊びに来ました。親父、顔色赤いぞ。直樹の言葉に健一さんは笑ってごまかします。昨日少し飲みすぎたかな。でも恵子さんは黙って夫の様子を見ていました。夜中トイレに立つ回数が増えていたこと、朝起きてすぐため息をついていること、全部知っていました。お父さん、無理しないで。恵子さんがそっと血圧計を差し出しました。表示された数字は見たこともない高い数値。健一さんは黙って画面を見つめました。自分が家族に心配をかけている、その事実が何よりも胸に刺さりました。大丈夫だ、平気だよ。震える声でそう答える健一さんの背中がいつもより小さく見えました。翌朝、健一さんは早くに目が覚めました。このままではいけない。家族と一緒にもっと長く笑っていたい。大げさな治療や薬に頼る前に自分ができる小さなことを見直してみよう。そう思いました。特別なことではなく、毎朝の何気ない動き、それをほんの少し変えてみることにしたのです。1週間だけやってみよう。健一さんは静かに窓を開けました。冷たい空気が頬を撫でます。今日から新しい朝が始まります。健一さんはまず布団の中で動きました。いきなり起き上がるのをやめたのです。目が覚めてから5分間布団の中で手足をグーパーと動かします。末端の血流をゆっくりと呼び起こすように、これが習慣その1目覚めのグーパー。それからゆっくりと上体を起こします。枕元に置いてあるコップ1杯のお水を飲みました。冷たすぎない常温の水、喉を通る感覚が体を目覚めさせます。これが習慣その2常温の水1杯。そして朝食の準備をする。恵子さんの隣へ行きました。今日はお味噌汁を少し薄めようか。恵子さんがにっこり笑って出汁を多めに入れます。塩分を控える代わりにカツオと昆布のうまみを味わう。
お漬物も一切れだけ。これが習慣その3だしを生かした減塩。おいしいね。素材の味が心に染み渡ります。無理をしている感覚はありません。ただ体を大切に扱っているその実感が心地よかったのです。3日が過ぎ、5日が過ぎました。健一さんの朝が少しずつ軽やかになります。後頭部の重みがいつの間にか消えていました。散歩の時も足が自然と前に出ます。1週間後の朝、血圧計のボタンを押しました。ピッという音。画面に映ったのは安定した正常な数値。お父さん、見て。恵子さんの声が弾みます。健一さんの目にじわっと涙が浮かびました。自分が変われば世界の見え方も変わるのだと。大好きな庭の花水木がいつもより鮮やかに見えます。ありがとう。その言葉は恵子さんへ、そして頑張った自分へ。小さな習慣が大きな安心を運んできてくれました。今日も佐藤家の朝は穏やかです。特別なご馳走も豪華な旅行もありません。でも一緒に朝食を囲み、おいしいねと言い合える幸せ。血圧が下がったのは数字だけの話ではありませんでした。それは自分を愛すること、そして家族を思うことの章でした。皆さんの朝はいかがですか？もし少し体が重いと感じたら、明日の朝コップ1杯のお水から始めてみませんか？あなたの穏やかな日々がずっと続きますように。